んぐらいでいいんでしょ。もうちょっと薄く、薄く3、4回に分けて入れていきます。お砂糖大さじ2杯今日入れます。紹興酒も大さじ2杯今日入れます。60cc 弱あります。これも全部入れる。薄口かざっくりにして中に入れて、こんな感じに切って、入れます。唐辛子2本、種も入ってます。このまんま。何してるんですか？何してるんですか？沸騰して5分ぐらいってこと？沸騰して5分ぐらいです。でもあなたは硬いのがいいと言うから、それに合わせる。味が全体に染み込むように入れます。時々混ぜます。で、これは盛り付ける。仕上げにごま油をほんの少々かけて混ぜます。唐辛子も辛い方がいいっていうからそのままです。出来上がりです。今日は先日 NHK の朝の番組で、牛すじと大根の煮物を作ってました。それで私も今日は大根が先日間引きした大根が結構大きくなって育って今食べ盛りですから、もうこの大根を食べたいので牛すじを買ってきました。で今日は中華風に煮込んでいこうと思います。牛すじに近い品物ですけど、牛肉を買ってきて、これを一口大に切っていきます。470g ぐらいあります。その間にうちは中華鍋が使えないのでフライパンで、湯を沸かしていこうと思います。フライパンで湯を沸かしてます。まず牛すじを切ります。補足なんですけど、NHK の番組は NHK の朝市という番組でした。牛は牛すじって書いてなくて、牛の切り出しって書かれてたんですけど、見た目が似てたんでそのまま買ってきました。こんぐらいでいいんでしょ？もうちょっと薄く、薄く？大きくてもいいかもわからんけど、自分が食べるんやけ。俺が食うの。そうね。牛すじよりちょっと柔らかめな感じ。じゃあ少し大きめに切った方がいいかもわからんね。はい、切りました。はい、お湯が沸き立ってきています。お湯が、もうちょっと沸騰してるところに何回かに分けて入れると。でその入れるのは一気にこう入れなくて少しずつ入れていく。3、4回に分けて入れて、アクがこう出ないように、できるだけ出ないようにするみたいな。アクが出たらすくえばいいと。中国人の先生はなんか相手でもったいないからって味が落ちるね。やっぱアクっていうか、そういうのが出てしまうと美味しさがうまみが逃げるっていうか。はい、3、4回に分けて入れていきます。放り投げないように愛情込めて。こんぐらいかな。ちょっと様子これはアクは出るかもしれないね。ある程度温度が高い状態を保っとけばいいってことなんだろうか
出たアクは少しずつ取りまして、今割と落ち着いたところです。ここの中に、お砂糖を大さじ2杯。もう入れるの？うん、切らないの？こいつらは。後で。後でいい。うん。お砂糖大さじ2杯今日入れます。それと紹興酒も大さじ2杯今日入れます。そしてお醤油、ちょっとお肉が多めでしたので、60cc 弱あります。これも全部入れて、これを煮込んでいきますが、その間に生姜を1かけらと長ネギを半分ほど、それと、薄くっていうかざっくり切りにして、これを中に入れて、あちこちにばらまいて。ネギも半分に。ネギもそれ4分の1か3分の1ぐらいに切って、こんな感じで切って、こんな感じに切って、入れます。そして八角は私あまりあれじゃないんで1個だけ使います。それと唐辛子、これは今年うちでできた唐辛子2本、種も入ってます。このまんま入れます。もう私は直に入れます。でこれで、この汁がなくなるまでこのまま煮詰めます。だいたい1時間20分。だけその前に、お肉がもう硬い牛すじではないんで、煮えた段階で、汁が多めだったらお肉だけ一時出してとか、ちょっと考えていこうと思います。はい。何してるんですか？煮ている間に取ってきた大根をちょっと撮ってます。取ってました。今取ってきました。もう録画してますけど、でまず大根を1本尻尾を切り落として、頭も、上の方で切って、でそれの皮を剥いてください。433g。はい、433g。全部？ええよ。だってこっちも470ぐらいあったっけ。本当は300ぐらいでいいけど、大根が多い方が私は好きやから、でそれをちょっと上の方を、皮をきれいに取って、乱切りにしましょう。これまん丸で乱切りにするの？半分にしてから乱切りにするとか？半分に切った方が切りやすい。縦半分にまず、横半分やったらごめんまずそれを切って、それを半分に切って、半分、見えてます。でそれをこっちもやるの？乱切りに。こんな感じ？乱切りってなかなか乱切りも難しいですね、大きいと。
味がまあ染み込みやすいような形に切る。一口ぐらい、このぐらい。はい。定義がまたなんか。麺が多い方が、あ、そういうこと？麺が多い方が吸収よくするやな。大きさをできるだけ合わせましょまた注文の多い。う。そりゃそれ。煮物っていうのは、ある程度大きさを揃えないと、きちんとならんね。きちんと見え方も違ってくるし、味の染み込みも違ってくる。大体あとるよ。私は大根の専門やけど。で、それを鍋に入れて、あ、この鍋ね。その鍋に入れて。はい。お水をひたひたになるように入れて。ちょうどくらい。はい。で、それを火にかけます。これを火にかけます。沸騰して5分ぐらいってこと？沸騰して5分ぐらい、水から入れて、沸騰して5分ぐらい、ある程度煮えたのを使います。その予測というか狙いとしては、この煮物が汁がなくなった頃にちょうど大根ができるぐらいにすると。いや、汁がなくなったっていうか、汁が少なくなった状態で入れないと、煮詰まった状態で入れても絡まないから、それ絡まない。ええ具合の時を見計らってやるってことね。まあもうそうやね、もうちょっと少なくなってから、もうあと5、6ミリぐらいかな。なので待ちます。で、これを盛り付ける。何に盛り付ける？大きい鉢がええかね。そうね。大根が、5分ほど茹で上がりましたので、これをざるにあけてお湯を切って、はい。湯気が。で、お湯沸かした中に、お湯は元のお湯は1500やったんですけど、それが500ぐらいになりましたので、3分の1ぐらいになりました。今時間的には、40分ぐらいになってるんですけど、若いものが食べるんで少しトロトロになるよりは肉の硬さが残るように、やります。45分ぐらい経ちました。この中に茹でた大根を入れて煮詰めていきます。はい。もともと牛肉を煮るのに煮始めたのが 1500cc やったってことね。でそれが 500cc にまで減った、500cc に減って、で牛すじ煮るのに、1時間20分ぐらい煮たら、もうなんか口の中でとろけるような感触になると。そういうことでしょ。でもあなたは硬いのがいいと言うから、それに合わせて調節しました。その肉の硬さに関してはかなり議論があったんですが、最初僕が食うことなんで、僕の好みに合わせさせてもらいました。でこれでさらに煮詰めます。これで汁が染むように落とし蓋をした方がいいかもしれんね。落とし蓋。アルミ箔で焼きましょうか。あ、それでもいいや。はい。火をちょっと落とす。いや、これで、落とし蓋をして、
味が全体に染み込むように、煮ます。時々混ぜます。はい。はい、汁気もなくなって、随分煮込んできました。大根もいい色がついてます。これで、出来上がりです。なんか一応汁はとろみがついてるよな。とろみがついてる。もうしっかりほらね。で本当だったら中に入れた生姜も取るの？うん、生姜とかネギとか取るんだけど、うん、家庭料理ですから、うん、そのまんま。唐辛子も辛い方がいいっていうからそのまんまです。出来上がりです。付け合わせのサラダです。ってことで完了でした。お疲れ様でした。仕上げにごま油をほんの少々かけて混ぜます。香りで。何いい照りも出まして出来上がりです。